こんにちは。うっさです。建築済みだった、家畜小屋と職人の家の土台である、地形の改造がやっと終わり。次に何をしようか。やり遂げた気持ちが強すぎて、なんだか少し気が抜けて、何も手につかない。でも、何もしなければ、そのまま燃え尽きかねないので、麦畑の周囲を、手入れしてみる。サンプルの地面を巨大整地と同じ、フラットな状態で整地して、麦畑を置く。畑と岩場の間に、大きな空間ができている。理想を言えば、フラットではなく、もう少し段差の演出をしたいところなんだけど、一段先は、奈落になっているので、これ以上、掘り下げることができない。なら、畑をギリギリまで寄せてみる？やってみよう。このくらい、ギリギリまで寄せておけば、地面がフラットでも、違和感がなく自然になるかな？反対側に土を持って段差を作れば、違和感もなくなるよね。いい感じ。村の畑っぽいね。巨大畑も動かすか。サンプルハウスを移動して、元々のサンプルを消す。巨大畑に潰されちゃうからね。あ、ごめん、隠れていたんだね。ブロックの下からわらわら出てくる虫のようだ。巨大畑の設置点に印をつけて、あの巨大な畑を移動させる。下で小さい虫が、元へ。牛が歩いてる。牛さんのおかげで巨大さが際立っているね。次は畑移動の撮影ポジション探しだ。デバック C で撮影角度を固定。改めて見ると、カーペットを敷いてるようだね。この看板の下は、奈落へ直行となっているので、草ブロックで置くことができない。最後の看板に直接敷くと、素材のパウダーが落下するので、カーペット仕様にしてるってわけ。で、お前は何をしているんだ？とか思いました？セルフで癒し中なんです。理想は知り合いのサーバーで、提供された山を、黙々と整地していたいんだけど、向こうに行くと、帰ることを忘れてしまうので、単純作業をすることで、気分転換を図ってるんですよ。意外とこんな時に、ひらめきがあったりするので、結構、大事な時間だったりする。畑を移動するよ。ランプの柱も移動して。複製移動、終わりました。いやー、コマンド使い。自分で言うのもなんだけど、上手くなったな。撮影ポジションに立ったまま、座標の Y 軸を1段分ずつ数字を調整するだけで、複製できるようになったんですからね。これ、ちょっと前までの、私の加工技術です。ブレブレ撮影にも程がある。どうやって撮ってたかって？柱の上に立つんだけど、できるだけ角に立つ。この辺だね。再現するとこんな感じ。立ち位置が決まったら、これ、角度固定のため、事前にセットしたブロックと、右手に持ったブロックの角の、2点を合わせて撮影。なんてアナログなことを、真面目にやっていました。黙らっしゃい。まあ、勉強嫌いがここまで頑張って、いろんなコマンドを覚えたってことで、私にしては頑張ったと、褒めてあげたいんだけどね。移動が終わったので、畑の位置確認をしてみよう。移動した畑がこれ。サンプル通り、だいぶ崖寄りになったね。位置的に問題はなさそうなので、元の畑を消しますか。消えました。あっさり消えたように見えるけど、1列ずつ、7回に分けて消しました。小麦畑の移動の次にするのは、サンプル同様、周囲に草ブロックの敷き詰め。まあ、今回は、カーペット式になるけどね。結構な範囲だな。壁まで敷くか。カーペット上だし、この範囲を丸ごとクローンで貼ってみよう。クローンコマンドで座標をコピー。対角線上の座標も、コピーしに向かうんだけど、結構な距離がある。途中、スライムの群れに遭遇したり、鶏や、
にも出会ったりするけど、正直なところ、あまりに小さくて、何なのかわからないこともある。本当は小さいんじゃなくて、かなり離れているってことなんだろう。これが私のノーバグだったりします。お、やっと着いたぞ。今日はこの辺で。